はい、皆さんこんばんは。今日はダイエットの質問に何でも答えるという回でお届けいたします。まず最初にですね、これをやれば痩せるという情報、最近よく発信はしているんですけれども、毎食 30g のタンパク質を摂る。これは肉と魚だいたい 200g ぐらい摂ると、タンパク質が 30g ほど摂れます。そして、お米、白米でも玄米でもいいので 100g。これは、茶碗半分ぐらいですね。で残りは全部野菜を食べると。このすごいシンプルな、食事で、かなり痩せていくことができるので、食事に悩んでいる人はぜひ試してみてほしいですね。僕が試した結果4キロ、サクッと落ちましたので、皆さんにとっても非常に有益な食事情報になるんじゃないかなというふうに思います。それと並んでですね、最近、スローランニングということで、運動の方は、スローランニングをお勧めしております。はい。漫画喫茶さん、こんばんは。フランシアナ・アシュチュー・ハロー、初見の方ですね。漫画喫茶さん、ありがとうございます。で、運動に関してはスローランニング。スローランニングというのは、普通に歩ける距離ですね。普通に歩ける距離を歩くスピードと変わらない速度で走るというところから始めていきます。なので、誰でも普通に歩くことはできるわけですね。で、速度を上げようとするときつくなってきて、できなくなってくると。これはまあ、詳しくは、その体のクエン酸回路の働きによってエネルギーを作り出せるかどうかということに、なってくるんですけども、ここではそんなに難しいことを考えなくていいので、歩ける距離、歩ける速度で、しかも走って行うと。これがスローランニングになるんですけど、スローランニングですね。30分から60分の間ぐらいで最初始めてもらって、その後はまあ徐々にいろんな変化をつけていくという形になっていきます。これもすごいおすすめの方法なのでやってほしいです。コリアンラングリッジの方、OK さん、こんばんは。シャビーチックさん、ハローフロムターキー、トルコからですね。普段パクパク食べてから太るのにアルバイトするとなぜかごっそり痩せますと。消費カロリー上がってるかもしれないですね。あつこさん、こんばんは。フマメフディさん、パキスタンからですね。ハロー。はい。これは読めないな。TT さん。えメロディーさん、メロディー S さん、おはようございます。アメリカから拝見しておりますと。はい、ありがとうございます。アメリカは何時でしょうか、一体。僕は明日からドイツに行きます。ミュンヘンとか、そのあたりに行きますので、そのあたりでまたいろんな健康情報であったりとか、動画撮影とかしてこようと思っております。ハローフロムチュニジア、ソラヤさんですね。はい。清見椿さん、こんばんは。そうそう、今日は皆さんの、ダイエットの質問に答えるという、ライブになっておりますので、ダイエット、運動でも食事でも何でも構いませんので、サプリメントでも構いませんし、いろんなダイエットの情報が今飛び交っている中ですね、自分は何をすべきなのか、みたいなところとか、これやったけどうまくいかなかった、これやったらうまくいった、そういった情報もありですし、普通に質問したい人、はい、餃子さん。今71キロから58キロまで頑張ったんですが、下腹がタプタプしたままですと。すごい大減量を行ったんですね。これは皮がタプタプしてるんでしょうか、それともまだ下腹に贅肉が残っているということなんでしょうか。で、体重を落とすだけだったら、いろんなやりようっていうのはあるんですけど、結局引き締めていく時っていうのは筋トレが必要になってきますんで、筋トレをするタイミングかもしれないですね。亀ちょちょさん、体重が急に減ってしまい、顔、特に目の下が垂れてしまいました。改善方法などありますかということで、改善方法はたくさんあるんですけれども、体重が急に減ってしまうということはですね、おそらく筋肉が落ちていると
いうことになりますので、筋トレをしていくということがよくて、普通に体の筋トレもちろんしますと。で、顔の筋トレっていうのはいつも、僕動画で出してますけども、こういう、い、とか、下回しとかね。こういう運動ってね、すごいこう、ふざけてるように見えるかもしれないんですけど、顔の運動本当にきついんで、ぜひ、顔のこう使ってない筋肉たくさんありますから、ぜひやってほしいと思います。あつこさん、ビールが大好きなんですが、ダイエットにはやはり禁酒でしょうかと。まあ、ダイエットだから禁酒とはあんま関係ない部分ですね。だから普通に飲んでもらって、大丈夫です。それより、まあ、僕は最初に言ったようにですね、毎食 30g のタンパク質を取るっていうことが、皆さん、ほとんどの人できてなくって、30g タンパク質を取ろうと思うと、200g の、鶏肉だったりとか、サーモンだったり食べないといけないわけですよね。で、その量って結構でかいんですよ。で、これプラス、何か食べようと思ったら、なかなか、炭水化物を減らさないと、タンパク質 30g も入らないっていうところが出てきますので、タンパク質 30g っていうのを守ってさえいれば、他の細かいことに気にしだしたらね、キリがないんですよね。当然その、お酒とかスイーツとか、食べてなんかこう飲んでいいことっていうのはないわけですよね。ないんですけれども、かといって食べたり飲んだりしたらめっちゃ悪いことがあるかというと、それもそんなにないと。だから適量、食べたり飲んだりするっていうのは、まあ、特に問題ない。なんで、あんま細かいところを気にするというよりかは、最初に言ったその 30g 毎食、タンパク質が取れているかどうか、これはもう事前の準備に全てがかかってくるわけですね。で、適当に料理してたら、あ、タンパク質15しか取れなかった、みたいなこととか、っていうか、タンパク質何グラムだったのかもわからなかった、みたいな形になりがちです。で、当然、ラーメン屋に行って、定食を頼んでたら、炭水化物だらけになります。なので、そのあたり気にしてもらったらいいんじゃないでしょうか。立ち仕事中お腹へこむダイエットってありますかと。まあ、それを腹圧をかけて、しっかり呼吸してっていう感じですかね。I live in これはマーティニキューインカラベス。どこだろう、それ。Where is it? アフリカはどこだろう。あとは、ビエナフ、ビーナ from India。はい。眠のコツ。はい、超お久しぶりです。あとは、ジャクリーン・ハッチンソンさん。はい、ハロー。ミラクルルームさん、こんばんは、皆さん。ヤナさん、体脂肪が高くて、筋肉量も多い場合には、やはり有酸素運動、優先でした方がいいですよね。体脂肪31%ぐらいで筋肉量43キロぐらいですと。いう話なんですけれども、そうですね。その場合だったら、有酸素と、まあ、今言った食事の部分、タンパク質 30g 取るというところですね。はい。セラメラさん、I love you ブルーハート。メロディエースさん、ジムに通い始めました。トレッドミル30分後、筋トレ30分ぐらいして週3してます。効果的でしょうか？あとは食事改善と。まあ、これね、逆にしてもらったらいいと思いますね。筋トレ30分してトレッドミル30分。筋トレを最初にした方が、脂肪燃焼効果っていうのは上がってきます。なので逆にしてみてください。なんか、まあ、ウォーミングアップを兼ねてトレッドミル、有酸素運動をやるという人も、
いるんですけど、筋トレの中でも別にウォーミングアップってできますんで、軽いウエイトから始めていけば。で、筋トレしてると脂肪が分解されて、有酸素運動で脂肪が燃焼すると。脂肪は分解してからでしか燃焼できないんですね。だから最初に筋トレで脂肪を分解して、有酸素運動で燃焼するということがいいと思います。はい、ミラクルルームさん。今日 TikTok でダンスを撮ったら、二重顎になっててへこみましたと。痩せるのを急いでます。プロテイン、毎朝3スプーン取ったりしてます。筋膜剥がしもしてますと。はい。それはいいとして、やっぱり食事の部分で、タンパク質 30g、糖質、お米 100g、100g っていうのは茶碗半分ぐらい、あとは全部野菜と。この食事で別にだいぶ改善すると思います。あと、もちろんそのスローランニングだったり、筋トレだったり、やった方がいいことっていうのは山ほどあるんですけど、まずそこのポイントを押さえてもらったらいいと思います。で、プロテインに関してなんですけど、タンパク質っていうのは、えどんな人でも、40g から 50g ぐらいまでしか一気には取れないんですよね。吸収ができないと。いうことなんで、もし120キロとかあったら別だと思うんですけれども、普通の体型の人だったら、1回で4、50グラムしか吸収できないので、取りすぎても吸収できないということになってきます。もちろん、30キロはないか、40キロとか、小柄な方だったらもうちょっと吸収ができないっていう人もいるかもしれないので、そのあたりも、取れば取るほどいいっていうもんじゃなくって、それはもう一気に取るんじゃなくって、間隔を置いて取ると。水もそうなんですけどね。水もガブ飲みしても吸収できないんで、結局、水が吸収できるのって、これ200ml なんですけど、200ml ぐらい、じゃないと吸収ができないという話です。はい。XOXO さん。痩せたいけど、気持ちがそこまでいかない。結局、いいかって納得してるのかな。でも、痩せたいと。その問題は、誰でも持ってると思うんですけど、一つ言うんだったら、自分の未来への期待感が高いかどうかですね。自分の未来への期待感が高ければ、すごいね、何でもやる気になります。なので、その自分の未来への期待感を作っていくというところが、一つモチベーションを何でも上げていくことに対しては、効果的じゃないかなと思います。ぜひ皆さん、高評価ボタンなども押していただければ嬉しいです。えー、次の人はちょっと読めない。アンアンさん。I wish you from ジャマイカか。I wanna go to Jamaica someday. FN さん、夜の過食が止まりません。どうしたら夜の食べ過ぎを防げますかと。食べるのが癖になってるんですよね、これってね。だから食べるのをやめると、全然食べなくても、済むようにもなるんですけれども、もう癖になっていると、もう思い出すんですよね。ドーパミンがそういう風に、甘いも過食甘いものかどうかわかんないですけど、たくさん食べれば、ドーパミンがたくさん出るんで、またたくさん食べようぜみたいな脳の仕組みになっていますんで、脳の仕組みを変えていくにはですね、やっぱりドーパミンデトックスをしていくと。過食以外じゃなくてね、様々なそのドーパミンが出ることに対して、逆らえなくなっているかもしれません。例えば、スマホをついつい見てしまうとか、ついついゲームをしてしまうとか、用事もないけどテレビ見てしまうとか、そういったことですね。その辺を、改善していくためにも、運動をしていくっていうことは、このドーパミンデトックスにもつながっていくので、騙されたと思ってですね、運動を、例えばスローランニングであったり、自宅での竹痩せトレーニングでもいいんですけれども、やっていただくと
非常にその夜の過食っていうところとかにもつながっていきます。はい。アルカさん。身長178センチで84キロです。以前はサッカーやってて、顔や腕、足などは細かったんですか？サッカーやってたのに。お腹の脂肪が消えたことがありません。何をどのようにすればお腹の脂肪が、消えて痩せることができるんでしょうか。まあ、178センチで84キロだと、体脂肪率も、結構高いのではないでしょうか。で、その中で、まあ、お腹っていうのは一番脂肪が、つきやすい場所なんですね。体からすると脂肪を溜めておきやすい、場所になってきます。なので、まあ、骨盤周りのトレーニングを行っていくっていうこともトレーニングに関して必要なんですけれども、まあ、それよりも以前にですね、やっぱり食事の話ですね。さっき言ってるように、毎食 30g のタンパク質を摂ると。で、100g のお米を摂ると。あと全部野菜と。これで、解決です。はい。from エジプトの方ですね。はい。サンキュー。セラメラさんね。はい。メグママさん。未来への期待もしています。筋トレも週3行って頑張りました。確かにヒップ上がりましたが、体重は4キロ減っただけ。まあ、十分じゃないんですか？体重4キロ減って、ヒップも上がったと。で、その上でじゃあ、何がやりたいのかなんですよね。それをやってすごい評価されるのか、すごい何か報酬をもらえるのか、それによって活躍の場が広がるのか、そういうなんか明確なもの、明確に自分が得れるものがあれば、何でもやっていきますね。当然ですけど。1年間筋トレ継続したら1億円あげますって言われたら、誰でも継続できます。で、まあ、それが1億円じゃなかったとしても、1000万でも、結構みんな頑張れるんじゃないかなと思うんですけど、それと一緒なんですね。お金に今換算して分かりやすく話したんですけど、未来への期待がじゃあ、いくら換算したらいくらになるのか。で、その換算した金額っていうのが、自分を突き動かすほどのものがあるのか。まあ、今100億持ってる人だったら1億なんか別にいらんってなるかもしれないんですけれども、なんかそういうことですよね、結局ね。はい。えーパイエピョー13さん、ハロー。ラスリー・アウラムさん、ボンジュールかな、ドゥ・モロッコ。はい。イーモズクさん、髪の綺麗。もうこれ金髪にしてるだけなんですけどね。最近はもう、なんかいろいろ染めずにの方がいいかなというところで、結構ずっと金髪です。メロディエスさん、アメリカ太り解消したいです。体を全体的に絞りたい時の初心者向けジムマシン筋トレおすすめありますかと。まあ、これはまあ、もう本当に鉄板というかですね、スクワット、デッドリフト、ベンチプレスが、まあ、一番ですよね。ジムで、やるのであれば。でマシーンっていうことであれば、そのパワーラックとかスミスマシーンっていうことになってくるんですよね。普通の、まあ、レッグプレスとか、そういうものでももちろん悪くはないんですけど、割と難しいんですよね。普通にマシーンの方で鍛えるっていう方が。なんでちょっとスクワットのフォームとか、デッドリフトのフォームとか、ベンチプレスのフォームとか、最初ちょっとね、覚えるのが難しかったりする部分があるかもしれないんですけど、それさえ、まあ、できるようになってしまえば、かなり効果的にトレーニングしていけると思いますね。ミラクルルームさん、コーヒーは痩せますか？まあ、別に痩せるっていうわけではないですね。あつこさん、体の厚みを薄くするにはやはり有酸素運動でしょうか？今、有酸素運動を毎日30、60やっています。高根さんがいただいたトレーニング動画30分と、生足の後にね、はい、30分と。まあ、食事の部分も当然、先ほどから繰り返しているものを行って、で、心拍数120から140の間での有酸素運動ですね。これをやってほしいんで、まあ、アップルウォッチとか
で、心拍数を測りながら、やってもらったらいいと思います。これだけでかなり変わってきますね。ミキさん、体重をゆっくり落とした方が、リバウンド少ないと聞いたのですが、どのようにしたらゆっくり落ちますか？以前ダイエットした際、元の体重が結構あったため、ダイエットしたら、1週間1.2キロ落ちたりしてしまうのでと。あの、今の体重が重すぎるんだったら、普通に健康的なことをやったら体重が落ちたと。別にそれはそれで、全然問題ないんじゃないかなと思いますし、今炭水化物だらけの食事をしていたら、当然その炭水化物を摂ると体がむくむんですよね。水を溜め込むんでね。その炭水化物の量が減ったことによって水分が出て、で、それで、痩せてるように見えるというか、体重計的にはそういう風に出てくるかもしれないという話です。で、体重をゆっくり落とした方がいいっていうのは結局その、例えば何も食べなければ一番痩せるわけですよね。でも、そういうことじゃなくって、さっきから言ってる食事の方法ですね、をやってもらって、それって別にカロリーを大幅に減らすようなものではないんですよ。ただ PFC バランスを整えているだけと。で、なおかつ、運動っていうのはやらないと絶対リバウンドするんですね。運動は体重を落とすというよりかは、落ちた体重を維持するために運動が効果的なんですね。だから運動をずっとやっておくというところで、そうすると、そんなにガクーンとは落ちないですよね。うん。だからみんなが全然落ちないって言ってるような、ものっていうのが、普通はまあまあ頑張ってもやっぱり2ヶ月とかかかります。で、ほとんどの人はかなり頑張ってないんですよね。かなり頑張ってなくて、すごい都合のいいダイエットをやっていて、そんなんで落ちるわけないみたいな情報をですね、自分でも分かりながら多分ね、かなり甘いというか、甘いというのか、都合がいいというのか、そういう感じでやってる人が多いかなと思います。ポンコツーさん、58歳です。友人が食事制限と骨盤矯正で5キロ痩せました。私自身、腰肉あり、骨盤が歪んでいるのかなと思ってます。YouTube のトレーニングだけではなかなか痩せず、ジムか、骨盤矯正、検討中です。アドバイスお願いします。ということなんですけど、もともと体重があれば、誰でも何をやってもですね、結局それって落ちるんですよ。何かをやれば。その食事が良かったのか、その骨盤矯正が良かったのかっていうのは置いといて、これピラティスやってもヨガやっても、何やっても落ちてる可能性っていうのがあるわけです。今何もやってない人が何かをやると、必ずその結果として出ますと。で、骨盤っていうのは誰でも歪んでるものです。きちんと整ってる人なんていうのは、ほとんどいないというふうに思ってもらったらいいと思いますので、ただ、その自分がその興味があるというものは、ぜひやってほしいなと。骨盤矯正に興味があるんだったら、ぜひ、骨盤矯正やってほしいと思いますし、その食事の方法は僕がさっき言った方法が一番いいので、あれをやってくれたらいいかなと思いますね。あんま難しいことする必要ないし、我慢する必要もないので。中山雅子さん、こんばんは、お疲れ様です。すいません、めっちゃ爆買いして体重体脂肪20%以上太りました。どんな運動、食事、教えてくださいと。それ普通に戻したらいいだけじゃないのかという話もあるんですが、先ほどから言ってるようにですね、PFC バランスを整えていくというところで、1食あたり 30g のタンパク質を取って、100g のお米を取って、あと全部野菜という形がすごいシンプルですね。で、カロリーをどうのこうのすると、あんまり良くないかなと。リバウンドする元になります。で、それプラス、スローランニングだったり、筋トレだったりっていう、運動は結局続けていかないと、リバウンドしてしまうので、それはしっかりと、やってほしいなと思っています。アイリーニーさん、こんばんは。最近寒くなってきましたが、スローランニングとかの時、サウナスーツとか着ると効果的ですかと。サウナスーツっていうのは、汗を出すということですよね。でも汗を出して、どうなるのかと。出した汗を、帰ってきたら水分補給するわけですね。
だから別にサウナスーツ、着たからといって、何かなるわけではないんで、僕はできる限り、暑くなるのが嫌なんでね、結構薄着で走るようにしてて、ちょっと走ればすぐ暑くなってくるんで。でもサウナスーツ着た方が心地よく走れますということであれば、着てもらっていいんじゃないでしょうか。またそのサウナスーツ、このサウナスーツはこんな素晴らしい効果がみたいな、すごい特許ものの、もしかしたらサウナスーツとかもあるかもしれないんで、その場合は、それはいいのかもしれないんですけど、僕はちょっとあんまそういうの知らないんで、そういうのを知らないという前提で言うと、別に薄着でいいんじゃないかなと思います。うん。で、中山雅子さんの運動もしてるんですけど、前はストイックにやりすぎてました。カロリーも、1000キロカロリーを抑えてましたと。うん。なんで、カロリーをどうこうっていうか、まずは PFC バランスっていうところですね。ミラクルルームス。痩せるのに体重計に乗るのはマストですか？見た目じゃダメですか？体重計乗るの怖いです。数字でいろいろ抑えておくっていうことは、一ついいのかなと思っていて、体重落ちたけど、これって筋肉も落ちてないのかとか、体重落ちたけど体脂肪がもしかして増えてたら、それはどうなのかっていうような、ことを知ることができるということを考えると、僕は毎週1回体重計に乗ってデータを残してますね。で、そのデータっていうのも、1回1回のを、見ていくというわけではなくて、あの、平均を見ていくっていう感じですね。週に1回乗るんですけれども、こんな形で、週に1回、今ちょっとスローランニングとかしている感じなんですけど、週に1回乗って、で、これ増えるタイミングも当然あるんですね。増えるタイミングがあったから別に何か気にするっていうことじゃなくて、全体のトレンドとして、体重が減ってたら別にそれはそれでオッケーじゃないかなというところで、あの、本当にだから、凸凹ですね。僕の体重計のデータを見ていると、本当にグラフ凸凹ってしてるんですけど、結局下に行くトレンドなのか、上に行くトレンドなのか、株じゃないですけど、そのトレンドさえ別に見れたらそれでいいというところですね。その1回がガーンと落ちたのを喜ぶとか、1回がガーンって増えたのをなんかへこむとか、そういうのじゃなくて、まあ、そういうのを何ヶ月か見ていって、どうなっているのかっていうのを見ると。で、筋肉がちょっと減ってるなと思ったら、僕の場合では筋トレの量を増やすという感じでやりますね。なんか数字とかデータっていうのは確かに大事になってきます。ダイエットの PFC のメニューが思いつきません。どんなメニューがありますかと。うん。なので、いろいろ細かいことをやり出すと分かんないし、めんどくさいということになるんで、タンパク質 30g、を毎食摂りますと。それは別に肉でも魚でもいいわけですね。牛肉のステーキでもいいですと。鶏のささみでもいいですと。サーモンでもいいです。サバでもいいです。で、その組み合わせでももちろんいいわけですね。で、その組み合わせで、卵とかでもいいですよ。卵とか豆腐とか、そういったものにもタンパク質が含まれてるんで、まず、アプリとかで、調べてもらってもいいですし、普通に買ってきた材料でも、分かりますから。鶏もも肉だったら、タンパク質何グラム入ってんのか調べたらすぐ出てくるんで。そしたら、これとこれ足したら30グラムになるなと。で、それでまず、メインの、メインディッシュが出来上がりますね。タンパク質のメインディッシュが出来上がりますと。で、100グラムは玄米を僕は食べてますけど、別に白米でもいいですと。で、その他は野菜を食べるだけなんで、これはどんな野菜の料理にしてもらっても全然構わないんですけど、僕は昆布サラダとか、あとは、何やったっけ、これ。野菜の漬けたやつ。名前がね、これね。
なんて言うんだったっけな。野菜をただ漬けるだけなんですけど、こういう感じで食べるという感じですね。まあ、うなぎとかも結構タンパク質入ってたりしますし、だから完璧になんか揃える必要なくって、最近はこのキノコ系とかね、キノコと、これは鳥の何か。えーで、これは何だったっけ？マグロか、カツオか。マグロかな。マグロとサラダみたいな感じとかもできますし、うん、ま、無限にありますよね、レシピ的にはね。無限にある中、えこれがコブサラダですよね。アボカドと鶏肉とトマトとキュウリと卵っていう感じとか。で、細かくやるのは、悪いことではないんですけど、普通の人が細かくやっていくと多分めんどくさくなってやらなくなっていくし、ま、僕も、そういうめんどくさいことが嫌いなので、まずタンパク質を 30g で肉 200g 取ったらですね、結構もうお腹いっぱいになるんですよ。で、僕ら普通は糖質を取りすぎてるんですよね。だから、ご飯を茶碗1杯の半分が 100g で、僕もともと 200g 食べてたんで、茶碗1杯ね、食べてたので、それをただ単に半分に減らしたと。で、もしお腹が減ってたら、野菜を食べればいいと。それはサラダでもいいし、さっきのコブサラダでもいいし、その他、何でも構わないわけですね。土壌さん、扁平足なのですが、改善できるでしょうか？どんなトレーニングとかありますか？スクワットとか、踏ん張ることができませんと。膝が内側に入るわけですよね。膝が内側に入ると、扁平足が悪化するんで、膝を外側に向けると。膝をスクワットの時も外側にめちゃ向けてやっていくと。で、何の運動の時も膝を外側に、膝のお皿を外側に向けるということをやっていく。で、まあ、ここでは言えないぐらいもうたくさんやるべきことってあるんですけど、それは言うとキリがないので、まずはその膝のお皿の向きを外側に向けるというところです。そうすると、アーチができてきますね。足の裏にアーチができてくる。はい、ミラクルルームさんありがとうございます。週1なんできそうですが、初めの1回が恐怖ですが、1人の時に乗って脳を覚醒させて PFC も気をつけてやっていこうと思います。あんまりこういろんなことを気にする必要ないし、恐怖に感じることもないと。こだわりすぎることなく、自分にこだわらないようにしましょう。皆さんも自分のことは気になるけど、人のことって多分気にならないはずなんですね。で、人も同じで、自分のことは気になるけど、他人のことは気にしてないんですね。だから何を言っても、誰がどんな体型であっても、誰も気にしてないです。気にしてるのは本当に、この世界中でただ一人自分だけが自分のことを気にしていて、いろんなことに悩んだりしてるんですけど、他の人は本当に何も関心ないです。誰に対しても何の関心もないし、芸能人とかであっても、スキャンダルを起こしてもすぐ忘れられますね。そのぐらい今っていうのは、人に関心がない時代ですし、いろんなもう物事が、新しいことがどん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 起きてくる中、一個のことを覚えているっていうことの方が、まあ、難しいと。だから自分に変に関心を持つ必要はなくって、えだから気にせずにやっていくと、精神的にもいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ほとんど今日あった質問の多くがですね、僕が最初に言ったその食事のやり方、PFC のやり方、で、運動のやり方ですね。心拍数120から140内のスローランニングだったり、有酸素運動をやっていくことで全部解決できますね。はい。なので、あとはやるかやらないかっていうところと、まあ、選択肢っていうのは、これ以外にもたくさんあるので、もし気になる方はですね、チャンネルメンバーシップの方に入ってもらうと、あなたに合ったパーソナライズドメニューっていうのが出てきますので、それをやってたら痩せることができると思います。はい、それでは今日は皆さん
ご参加ありがとうございました。またライブしようと思います。それではおやすみなさい。